こんにちは、白柴のつくしです。今回の動画は、白柴が懐く人の特徴についてご紹介していきます。私が散歩中に、こういう人好き、この人に近づきたい、と思うような人を見ますが、なぜか犬に好かれる人、懐かれる人っていますよね。そういう人を見かけると、全くの初対面でも喜んで駆け寄り、安心したように接してしまいます。では、白柴が懐く人にはどんな特徴があるのか、それには主に5つの特徴があったのです。そこで、この動画では白柴が懐く人の特徴5つについてご紹介していきますので、白柴が好きなのに嫌がられると思っている人は、この動画を見ることで、柴犬や白柴に懐かれる可能性が高まります。中には、そうなのという意外な特徴もありますので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみに、このチャンネルでは、柴犬や白柴に関する情報、犬の役立つ情報、私、愛犬つくしの日々の出来事なども投稿しているので、ぜひチャンネル登録お願いします。白柴は真っ白い毛並みが美しく、表情豊かで大変可愛らしい犬種です。また、警戒心や縄張り意識が強い、飼い主に忠実などの日本犬特有の性格も併せ持っています。そんな魅力的な白柴が懐く人の特徴には、主に次の5つが挙げられます。1、落ち着きがある人。2、優しく穏やかな人。3、接し方を心得ている人。4、おやつをくれる人や遊んでくれる人。5、適度な距離感を保っている人。1、落ち着きがある人。白柴にも様々な性格があるので一概には言えませんが、白柴に懐かれる人は、落ち着きのあるゆっくりとした人という特徴があります。柴犬や白柴は落ち着きがあって冷静な態度が取れる人を好みます。俊敏な動きは行わず、ゆったりとした話し方や動きをして、いつも笑顔で穏やかな人間を好きになる傾向があるようです。逆に柴犬や白柴は警戒心が強い犬種なので、大きな声や急な動きをする人を嫌う傾向があります。急に大きな声で叫ばれたり、視界に入って近づかれたり、触られたりすれば人間だって驚きますよね。初対面や信頼関係ができていないときは、機敏に動かず、ゆったりとした動作を心がけながら白柴と接しましょう。2、優しく穏やかな人。柴犬や白柴に限らず、犬は人の表情や雰囲気を敏感に読み取る能力を持っています。これは、犬と人が古来より共存してきた歴史を経て、お互いの関係性が築かれてきたことにより、身についた能力ではないかと考えられています。したがって、テンションやトーンが高いと、犬が興奮したり、不安になることもあります。逆に、トーンが低すぎても、威圧感を感じ怖がってしまうこともあります。言葉は通じませんが、犬とコミュニケーションを取る際は、触れ合うだけではなく、優しく話しかけてあげることも重要です。優しく話しかけてから触れるということを意識すれば、白柴にも警戒されることなく、受け入れてくれるでしょう。3、接し方を心得ている人。犬への上手な接し方を理解している人は、柴犬や白柴にとっても安心できる人です。例えば、触る行為一つとっても、接し方を心得ていなければ、白柴にとっては不快と感じます。人よりも背丈の低い白柴にとっては、頭の上から触られる行為自体をもしかしたら叩かれるかも、と身構え、恐怖と感じてしまいます。では、白柴が安心できる接し方にはどのようなものがあるのでしょうか。それは、犬に触れる前には、自らの手を差し出し、匂いを嗅いでもらうことから始めましょう。そして触れる際は頭の上からではなく体の側面や顎の下から撫でてあげてください。
これらの点を理解した上で、撫でたりスキンシップを取っていけば、安心できる人と認識され、白柴に懐かれるきっかけにもなります。4、おやつをくれる人や遊んでくれる人。単純ではありますが、柴犬や白柴は、おやつをくれる人や遊んでくれる人に懐く傾向があります。現金ですが、白柴も動物ですから、単純に自分に嬉しいことをしてくれる人を好みます。最初は嫌がる仕草を見せていた白柴でも、その人と会うたびにおやつをくれたり遊んでくれることで、次第に懐いてくることもあります。ちなみに、犬がワクワクするような遊び方を知っていると、白柴も楽しい印象が残り、より懐かれる可能性が高まります。単純なおもちゃを投げる遊びだけだと、すぐに飽きてしまうこともありますので、ぬいぐるみなどで生きている獲物に見立てた動きをして、犬本来が持っている狩猟本能を刺激させてあげると、結構食いつきがいいです。5、適度な距離感を保っている人。私、愛犬つくしのように、友好的で人が大好きな犬も多いですが、過剰に構うと嫌われてしまいます。例えば、眠い時に話しかけられたり、初対面なのにハイテンションで頭を撫でられると、距離感が近すぎて嫌になってしまいます。白柴の性格5000という動画でも紹介しておりますが、白柴を含む柴犬は我慢強い犬種のため、一見おとなしく触られて喜んでいるように見えても、実は我慢しているだけで、ストレスを感じているかもしれません。逆に、白柴に懐かれる人は、自分からむやみに近づかず、白柴から匂いを嗅いできたり、近づいてくるのを待っています。そして、近づいてきた時も過剰には反応せず、穏やかに接します。以上、白柴が懐く人の特徴について、主な特徴を5つご紹介してきましたが、白柴に懐かれる人の特徴は他にもあり、その中には、犬が大好きではない人という意外な特徴があります。これは、犬が大好きな人は、自分から犬に近寄ってしまう傾向が強いため、犬が身構え嫌になってしまうからです。しかし、犬が大好きではない人は、犬に対してあまり関心を示さないため、過剰に構うことはありません。そのため、犬の方から近づき、匂いを嗅いだり観察したりなどの情報収集を踏まえ、犬の心の準備が整ってから関われるため、犬が嫌いというわけではないが、特に好きでもない、または、どちらかといえば好きな方かも。という人は、白柴に懐かれる傾向にあるようです。ちなみに私、愛犬つくしは、おやつくれる人であれば、どんな人でも大好きです。特に、チーズやソフトジャーキをくれる人なんかは、懐くどころか、神か、と思うくらい、崇拝します。そんな私、愛犬つくしですが、今後も、柴犬や白柴に関する情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。いかがでしたか？今回は、白柴が懐く人の特徴5つについてご紹介してきました。当たり前の特徴から、そうなの、という意外な特徴もあったかと思われます。白柴との接し方次第で、好かれることもあれば、嫌われることもあります。したがって、白柴と接する際には、人と同じように相手を思いやるという基本的なコミュニケーションを大切にしてください。白柴が嫌がるような行動や、警戒心を抱くような行動には注意が必要です。何をしたら嫌がるか、信頼してもらうにはどのように行動したらよいか、などを考え、少しずつ白柴との距離を縮めていけば、白柴の方からあなたに近づき、とびっきりの愛情表現で懐いてくれること間違いなしです。以上、最後まで見てくれて本当にありがとうございます。いつもこの動画を見ているが、まだチャンネル登録をしてない方は、ぜひ忘れずにチャンネル登録よろしくお願いします。高評価、コメントもしていただけると非常に嬉しいです。では、
今回の内容を簡単に復習していきます。今回は白柴が懐く人の特徴5つについてご紹介してきました。1、落ち着きがある人。白柴は落ち着きあり冷静な態度が取れる人を好む。そのためゆったりとした話し方や動きをする。いつも笑顔で穏やかな人間を好きになる傾向がある。2、優しく穏やかな人。テンションやトーンが高い人と接すると興奮したり不安になることがある。逆にトーンが低すぎても威圧感を感じ怖がってしまうこともある。白柴とコミュニケーションを取る際は優しく話しかけてから触れるということを意識する。3、接し方を心得ている人。犬への上手な接し方を理解している人は白柴にとっても安心できる人。白柴に触れる前には自ら手を差し出し匂いを嗅いでもらうことから始め、触れる際は頭の上ではなく体の側面や顎の下を撫でる。4、遊んでくれる人。会うたびにおやつをくれたり遊んでくれることで次第に懐いてくることもある。また犬がワクワクするような遊び方を知っているとより懐かれる可能性が高まる。5、適度な距離感を保っている人。白柴に懐かれる人は自分からむやみに近づかず白柴から匂いを嗅いできたり近づいてくるのを待っており、近づいてきた時も過剰には反応せず穏やかに接する。でした。今回の動画で皆さんへ白柴の魅力が伝わっていれば嬉しいなと思います。これからも皆さんへ白柴に関する情報や犬の役立つ情報、私、愛犬つくしの日々の出来事などを投稿していきますので、よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。